これは私のテントやった時の諏訪湖ってね、長野県のね湖の脇に建ててやった時のサーカス。ミモザってフランス人ですね、とトムさん、ヤラツトムさん、はい、こんな感じでお客さんが来る。昔こうやって回ってたんですか？うん、回ってましたよ。実際テント立てて。これ私です。これいつだったんですか？これは10年ぐらい前ですね。10年っていうと、2000ぐらい、2000、そうね、2000年ちょっとぐらいね。じゃあ2000まで結構パフォーマンスしてたんですか？やってましたよ。じゃあ本当に最近でやめたんじゃないですかね。まあいつやめたかあんまりはっきり覚えてないけど、やめたっていうより今でもなんかね、テレビの取材とかそういう時ではちょこっとやるけど、もう舞台には立たないけどね。そういうテレビの写真とかはないですかね。かビデオかなんか。あっても見せたくない。どこなんだ、ちょっと今探してみますね。ああ、じゃあ大丈夫です。ないと思うけど、一応ちょっと出てこなきゃいいんだけどこれはねテレビのじゃないけど、パリでやってた藤尾っていう僕の相棒と2人で、パリでこういうコミックパントマイムをやったんですよ。これ僕ですけど、こんな髪の毛長くて面白い、懐かしいな。この辺から変わってきたな。これは奥さんの口ですねこのネズミがこの中入るほんとプーッとグリーンのネズミがグリーンの風船に変わっちゃうってそういうのは後半私の奥さんと一緒にやってた舞台。これパリの美術館の中庭でやってた、裸になってこういう時代もあった。まだ体が動く時代かなり過激なことをやってましたね。ほらこの球体から出るんですよね。これアーティストと一緒にやってやつです。パリの近代美術館です。なんか日本人らしくないって言えますかね。なんか日本人があんまりそうここまでしないっていう、嫌いだったんです。日本人が歌舞伎とかね、すぐそういうトラディショナルなそういうものにこうやるじゃないですか。着物着て、そういうのは好きじゃなかった。どっちかっていうともう全然独自のなんか世界のアートだから別に何だっていいわけですよね。何もそういうの着なくても。これその頃のみんな仲間ですね、懐かしいな。楽しそうね1977年です、77年ですね。僕がパリにいて一番もうなんて言うんだろうな、胸張って生きてる時だな。サカス学校でも教え始めたのがその1年後ぐらいですよね。当時のこんな写真です。これもそうですね、懐かしいこの舞台をやってた時に僕が最初に入った学校のこの2人の先生ね、ピノックとマトっていう。ただこっちピノックはとっても人間的にいい人なんだけど、この人は本当にね、なんだろうな、性格が悪いのかな、いじめるんだよね。あの時はいい大人なのにもう泣きたい気分ではあったけどね、もう本当になんかだからいまだにそれは心に残ってて、傷になって残ってて、まあ人間だからね、そういうことは起こりうるけど、なんでいじめようとしてたかは分かんないんですか。なんかね、やっぱりあの人も人間をすごくこう嫌いになる人間と好きになる人間とこういろいろ極端なんですよね。それを仕事の中でそういうことをするからやっぱりすごく嫌だったですね。
もう本当は投げ出してもうやめたかったですけどね、ちょっとね。で、やめましたからね、途中。もうついにね。で、自分でもう完全に自分で独立して、こことも離れて、そこからサカス学校で教えるようになったっていう、やっぱりいろいろあるんですよ。まあこれ一冊でこんなにいろんなことが出てくる。すごいですね。